こんにちは、ボイストレーナーのちひろです。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、以前からご質問を多くいただいてたことについて回答していきたいなと思うんですけれども、YouTube の動画でも結構その音痴を直すためにはどうすればいいのかみたいな動画いっぱい上がってるんですが、音痴を直すための方法ですね、現象に対しての対処法、解決法みたいな動画は結構多いんですけれども、そもそもどういうことについて気をつけていけばいいのかとか、普段どういう習慣にしていけばいいのかっていうところについてあまり触れてるものが少なかったのでお答えしていきたいなと思います。私の生徒さんでも音がどうしても取れないという人多いんですね。そういう方に話を聞くと9割ぐらいの方が楽器に触れてこなかったっていう風に回答するんですね。特に幼少期ですねが多いです。楽器に触れてこないとどうなるかというと、やっぱり音を出すっていう習慣がなかったわけですから、単純に音を聞いて育ってないわけですよね。なので音が取りづらいというねことが考えられるのかなという風に思います。音痴を直すための方法については、いっぱい YouTube 上がってるので、見ていただけたら、大体のトレーナーさんはそんな間違ったことをおっしゃってないので、参考にできるかなと思うんですけれども、で、私の生徒さんで言うと、10人中、9人、10人、ぐらいの方が、1年ぐらいでもう音痴って治るんですね。で、初めましての時は音程1個も合わないみたいな方でも、1年後には逆に音をずらすことが珍しいぐらい、ちゃんと音取れるようになってくるんですよね。その時に何をお伝えしてるかというと、まずたくさん音楽を聴く習慣をつけてくださいというふうにお伝えするんですね。で、やっぱり話聞くと、あんまり音楽にそもそも興味がないとか、音楽を聴く習慣がないとかっていう方が多いので、ちょっと無理やり感があるかもしれないですけど、今スマートフォンで簡単に音楽聴けたりする時代なので、隙間時間であったり移動時間であったりとか電車の中とかでもいいんですけれども、音楽を聴く習慣をつけるということですね。もちろん家帰って自分の部屋の中でBGM として流しながらでも全然構わないと思うので、とにかく音に触れる時間を多くするということですね。これは一つ習慣としてやっていただきたいなというふうに思います。で、二つ目は、歌を歌うときに演奏をしっかり聴いてほしいんですね。それをやったからといっていきなり音が取れるわけではないと思いますので、例えばカラオケに行ったらガイドメロディーを流しながら歌うとかですね、これやってください。必ず。もし家で練習する場合はアーティストさんが歌ってるその音源、その声に乗せて歌ってみるとかね、そういったことを習慣として楽しみながらやっていただけると良いと思います。あとは歌が下手だから友達に誘われても断り続けてたっていうような方ですよね。こういった方も結構多いので、今はこんな感じの一人カラオケ屋さんもありますし、普通のカラオケ屋さんでも割と一人で入る方非常に増えてきてますので、一人で行っても全然おかしくない時代ですから、普通のカラオケ屋さんでも一人で入って、一人で行くと当然周りに誰もいないわけですから、思いっきり声が出せるっていうね利点がありますので、全然恥ずかしさもないと思うんですね。なので人から本当おすすめですね。で、カラオケの場合だと、例えばダムとかだと、採点しなくても、音程のバーですね、出せるようになってるんですよね。なんで音程が今下がったとか上がったとかっていうのを、もちろん耳でも確認していただきたいんですけれども、目でも確認できるような環境が整っておりますので、すごくおすすめですね。なのでそんな感じでですね、本当に音に触れる機会をとにかく増やすっていうことですね。で、しっかり集中して音を聞いてみるとかですね、そういったことをやっていただくことがすごく、重要になってきますし、本当に自分では気づかないんですけれども、そういった日々の積み重ねがですね、自分が音痴っていうところから解消に導いていってくれるわけですね。なのでそういったちっちゃいところからの積み重ね、最初は変化自分でわからないとは思うんですけれども、確実に変わっていきますし、で、プラスアルファ、ボイストレーニングに通える時間とお金の余裕がある方はですね、ぜひボイトレもやっていただけたらなと思います。1年、長くても2年以内には、解消されると思いますので、ぜひ、トライしてみてください。はい、それでは以上です。音痴の方はたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、まずはその方法論もそうなんですが、習慣から変えていくことが、本当に大事かなと、考えておりますので、ぜひこの動画を参考にしていただけたらなと思います。それではこの動画を見ていただきまして、いいねと思っていただきましたら、いいねボタンと、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました。